想像してみてください。朝、家のドアを開けた瞬間、まるで熱いサウナの中に足を踏み入れたような空気に包まれます。わかります。もわっとする感じですよね。はい、そうです。そして、スマホを見ると、今日は危険なので外に出ないでくださいというお知らせが届いている。これ SF 映画の話じゃないんですよね。ええ、そうなんです。今の日本の夏の現実の姿なんですよ。皆さんこんにちは。今日のテーマはズバリ、日本の夏の過ごし方です。この番組は日本語を勉強している皆さんのために、わかりやすい日本語で日本の文化や社会を深く掘り下げていく番組です。はい。言葉を学ぶだけじゃなくて、その背景にあるなぜとかどうしてという部分を一緒に楽しく考えていきましょう。そうですね。ですので、このような日本語学習コンテンツが好きな方は、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いします。皆さんの応援がとっても嬉しいです。よろしくお願いします。さて、それでは早速、このサバイバルのような日本の夏について見ていきましょう。最近の夏はデータで見ても本当にすごいんですよね。そうですね。気象庁のデータによりますと、2025年の夏の平均気温は、過去の平均と比べて2.36度も高かったんです。2.36 度ですか。はい。これは、1898年に記録を取り始めてから一番高い気温だったんですよ。うわぁ、一番ですか。2.36 度と聞くと、数字の上では少しに見えるかもしれませんけど、国全体の平均がそれだけ上がるというのはとんでもないことですよね。まさにその通りです。しかも、2023年から3年連続で記録的な暑さが続いていまして、3年も連続で。昔は夏といえば7月と8月というイメージでしたよね。でも今は6月から9月までの4ヶ月間、ずっと厳しい暑さが続くようになっているんです。なるほど。昔は2ヶ月のお客さんだった夏が、今は4ヶ月も長く居座るようになったんですね。はい、そんな感じです。ですから、熱中症、つまり暑さで病気になることの注意が本当に必要なんですよ。4ヶ月も過酷な環境が続いたら、ただ家で寝ていたくなりますよね。日本人はどうやって元気を保っているんでしょうか。一番のエネルギー源といえば、やっぱり食べ物ですか？そうですね。日本の夏の食べ物は、ただお腹を満たすだけじゃなくて、体温をコントロールしたり、エネルギーを補給したりするシステムのような役割があるんです。システムですか？面白いですね。例えばどんな食べ物がありますか？まず、暑くて食欲がない時の定番といえば、そうめん。そうめん。細くて冷たい麺ですね。美味しいですよね。はい。竹を半分に切って水を流して、そこを流れてくる麺を箸で取る、流しそうめんという楽しい行事もあるんですよ。へえ。聞いている皆さんは、竹の上を流れてくる麺をキャッチしたことはありますか？あれ結構難しいんですよね。そうなんですよね。でも家族や友達と一緒にやるとすごく盛り上がりますし、家庭用の流しそうめんの機械も人気があるんです。機械まであるんですか？冷たい水と一緒に食べることで体を冷やす効果もありそうですね。それから冷たい麺といえば冷やし中華も人気ですね。冷やし中華。でも、ちょっと待ってください。名前に中華とありますから、それは中国から来た料理ですよね。それがですね、実は日本生まれの料理なんです。そうなんですか。日本のオリジナルなんですね。はい、そうなんです。冷たい中華麺の上にきゅうりやトマトなどを色鮮やかに並べて、さっぱりたタレで食べます。なるほど。暑い夏でも野菜をさっぱり食べられるように工夫された結果なんですよ。栄養のバランスも良さそうですね。でも冷たいものばかり食べていたら、4ヶ月も続くサバイバルを乗り切るスタミナがなくなってしまいませんか？おっしゃる通りです。だからこそ昔からうなぎを食べる習慣があるんですよ。江戸時代から続いているんです。うなぎですか。高級ですが、元気が出ますよね。ええ。うなぎにはビタミン B1 が多く含まれていまして、これが夏の疲れを防いでくれるんです。それ以外にもスイカや枝豆、トウモロコシなども食卓の定番ですね。スイカや枝豆、夏らしくていいですね。暑い地域だとゴーヤチャンプルーなんかも食べますよね。そうですね。あと、夏のデザートといえばかき氷です。なんと1000年以上の歴史があるんですよ。1000年も前からですか。すごいですね。最近は氷をふわふわにして果物や抹茶を乗せた進化系かき氷というものが大人気なんです。
進化系かき氷。SNS でよく見かけます。写真映えもしますしね。はい。行列ができるお店もたくさんありますよ。美味しいものを食べてお腹がいっぱいになったら、次は楽しいことがしたくなりますよね。夏の楽しいことといえば何でしょうか？やっぱり伝統的なお祭りですね。夏祭りいいですよね。太鼓や笛の音楽に合わせて踊ったりして。はい。でももともとこれらのお祭りには、疫病退散、つまり病気をなくすことや、盗作を祈る目的があったんです。あ、病気をなくすためだったんですか？ただ楽しむためのお祭りじゃなかったんですね。ええ、そうなんです。昔は暑い時期に病気が流行りなすかったですからね。なるほど。暑い夏にはぴったりな意味があったんですね。今はお祭りというと花火大会のイメージが強いです。隅田川花火大会とか。はい。花火も素晴らしいですよね。浴衣を着て屋台の食べ物を楽しみながら花火を見るのは日本の夏の特別な経験です。いいですね。リスナーの皆さんも浴衣を着てみたいという方多いんじゃないでしょうか。最近は伝統的なお祭りだけじゃなくて、外でビールを飲むビアガーデンとか、野外の音楽フェス、プロジェクションマッピングなんかも人気がありますよ。和太鼓と日本酒を一緒に楽しむような新しいイベントもあるみたいですね。皆さんは伝統的な花火と現代的なビアガーデンどちらに行きたいですか？どちらも魅力的ですよね。はい。でも最近は暑さを避けるために夕方や夜に行うイベントが増えているそうですね。ええ、そうなんです。太陽が出ている昼間の時間は皆さんどうやって暑さから身を守ってるんでしょうか？データによると、暑さで外出を減らしたという人が 57.2% もいるんです。休日は必要な用事だけ出かけるとか、早朝や夕方に時間を選ぶ人が増えていますね。なるほど。やっぱり外に出ないのが一番の対策ですよね。でもどうしても出かけるときはどうするんですか？もちろん水分補給は絶対ですが、それに加えて日傘とか帽子、携帯用の小さな扇風機を使う人が多いです。ああ、日傘に携帯扇風機。最近は男の人でも日傘を差しているのをよく見ます。ええ。あとは首を冷やす商品とか、着ると冷たく感じる冷感素材の服も大活躍しています。冷感素材ですか？なんだか今の日本の街を歩く人は、まるで暑さと戦うハイテクな装備をつけているみたいですね。本当にそうですね。それから社会のルールとしても工夫があるんですよ。どんなルールですか？学校やスポーツの現場では WBGT という暑さのレベルを必ず確認します。これが高い時は活動を短くしたり中止したりするんです。 WBGT、暑さのレベルですね。個人でいろいろなグッズを使って工夫しているのは素晴らしいですが、町や国も何かサポートをしてくれてるんでしょうか？はい、もちろんしています。例えば熱中症警戒アラートというシステムで、危険な暑さの日にはお知らせをしてくれます。スマートフォンとかニュースで教えてくれるんですね。ええ。それにバス停や駅前などには細かい水が出るミストが設置されている場所もありますし、日よけも増えています。ああ、ミストですね。バス停でミストが出ていると、街の中に小さなオアシスがあるみたいで嬉しいですよね。はい。あとは道に圧がたまらないような特別な道づくりをしたり、公園に日陰や休む場所を増やす工夫もしているんです。環境省もこういった対策を進めています。道そのものを工夫しているんですね。ええ。暑さはもう単なる不快な天気ではなくて、命や健康に関わる問題ですからね。国や地域全体で安全な街づくりをしている点がとても重要なんです。なるほど。気温が高くて大変なことも多いですけど、ここまで聞いてみると、日本の夏ってただ暑いだけじゃないですね。そうなんですよ。暑さは厳しいですが、うなぎやかき氷のような美味しい食文化がありますから。はい。それに、花火や夏祭りのような季節を感じる文化もすごく豊かですよね。ええ。1000年からの歴史があるかき氷や、お祭りの祈りと進化系かき氷や最新のハイテクな暑さ対策グッズが見事にミックスされているのが日本ならではの魅力だと思います。本当にそうですね。暑さと上手に付き合いながら季節を全力で楽しむ日本人の知恵とポジティブな文化は素晴らしいです。はい、とても面白いと思います。さて、あっという間にお別れの時間です。今日は長くて暑い日本の夏を、美味しい食べ物や楽しいイベント、そして様々な対策グッズや街の工夫で乗り切る様子を紹介しました。はい。
ここで聞いている皆さんにちょっと想像してみてほしいことがあります。何でしょうか？皆さんは日本の夏で何を一番体験してみたいですか？進化したふわふわのかき氷を食べることですか？美味しいですよね。それとも浴衣を着て夜の花火大会を歩くことでしょうか？熱いサバイバルかもしれませんが魅力もたっぷりです。ぜひ自分が日本にいる姿を想像してみてくださいね。きっと楽しいと思いますよ。はい。ということで、この番組が役に立った、面白かったと思ったら、ぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんのサポートが私たちの励みになります。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。